こんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日は高血圧におすすめの減塩の作り置きレシピを紹介したいと思います。血圧が気になる方や健康を考えて塩分を控えたいなと思っている方におすすめのメニューとなっています。減塩でも美味しく感じるように味付けを工夫したレシピにしているので、よければぜひ作ってみてもらえると嬉しいです。まず作るのは鶏胸肉とナスのマリネです。まずミニトマトはヘタを取って半分に切ります。ミニトマトにはカリウムという成分を豊富に含みます。カリウムはナトリウムを排出する働きがあって血圧の調節に役立つ栄養素です。ナトリウムは食塩に含まれている栄養素成分なんですが、このナトリウムを摂りすぎると高血圧とかむくみなどの症状を起こすことが分かっています。ミニトマトは切ったらボウルに入れて調味料を加えます。黒酢大さじ4、砂糖大さじ2、醤油大さじ1です。酸味を加えることで少ない塩分でも美味しく感じる効果があります。また黒酢は普通のお酢に比べて旨味やコクが強いので、より料理を美味しく感じさせることができて、減塩の時に黒酢はとってもおすすめの調味料です。黒酢がなければ普通のお酢を使っても大丈夫です。続いてニンニクもみじん切りにして加えます。ニンニクの芽は少し辛みや苦みがあるので取り除いておくと食べやすいかなと思います。気にならなければそのままでも大丈夫です。包丁で縦横に切り込みを入れてから端から刻んでいきます。ニンニクなどの香りの強い野菜を使うのも減塩料理にはとてもおすすめで、薄味だとなんだか物足りないなと思うことって結構あると思うんですけど、ニンニクや生姜などの香味野菜を使うと一気に満足感が出てくるので、ぜひ試してみてほしいです。みじん切りにしたニンニクはボウルに入れて混ぜ合わせます。生のニンニクはそのままだとちょっと刺激が強めなんですが、調味料と混ぜてしばらく置くと味が馴染んで美味しくなります。次はナスを切ります。ナスはヘタを取って乱切りにします。ナスのヘタを取るときはまず先端を切り落としてから、周りのガクの部分は包丁で削るようにして取ると無駄が少なく取れるかなと思います。そうして斜めに包丁を入れて一口大に切ります。1回切るごとにナスを90度回転させて、切った断面が上になるようにして斜めに切っていくときれいに乱切りできます。次は鶏胸肉を一口大のそぎ切りにします。まずはこの白い脂肪の部分は少し臭みがあったり食感が悪いので包丁で取り除きます。引っ張りながら境目に包丁を滑らすように切っていくときれいに取れるかなと思います。そして鶏胸肉は繊維の方向によって3つのパーツに分けてから小さく切っていきます。この一番厚みのある部分を切り分けて、この薄い部分は真ん中から切り分けます。よく見ると繊維の線が見えると思うんですけど、この繊維と垂直になるようにして包丁を入れて切っていきます。こうやって繊維を断つように切っていくことで柔らかな食感になります。そして包丁は少し寝かせるようにしてそぎ切りにしていきます。こうやってそぎ切りにして切り口の断面を大きくすることによって火を通りやすくします。あとこうやって断面が大きくなるようにすることで調味料の染み込みも良くする効果があります。
そうしたら酒小さじ2を振ってなじませます。酒をまぶすことで鶏肉の臭みを取る効果があります。片栗粉も全体に薄くまぶします。片栗粉をまぶすことで焼いた時に肉汁が流れ出にくくなってパサつきにくくなります。片栗粉は余分な粉は払い落として薄めにまぶしておきます。フライパンにサラダ油をひいて中火で熱します。サラダ油の量は大さじ1杯ぐらいが目安になります。鶏肉を並べ入れて焼いていきます。片面が焼けたらひっくり返してナスを加えます。ナスは全体に広げて鶏肉の上に少しかぶっていても大丈夫です。ナスを入れたら蓋をして弱めの中火で3分半蒸し焼きにします。こうやって蒸し焼きにすることでナスと鶏胸肉がしっとりと焼き上がります。そうしたらさっきのボウルに鶏胸肉とナスを加えて全体をさっと混ぜて完成です。黒酢のさっぱりとした味とニンニクの風味が食欲をそそる味付けになっています。ぜひ作ってみてください。次に作るのはえのきの肉巻きソース味です。この 200g のえのきをたっぷり使って作ろうと思います。えのきを切るときは少しポイントがあって石突きのすぐ上のところを切ります。そうすると根元がまだくっついた状態になってると思うんですが、このまま6等分に手で分けていきます。こうすると根元がくっついたままになっているのでお肉で巻くときにバラバラにならなくてとっても巻きやすくなります。そうしたら豚肉を巻きつけていきます。豚肉は今日は豚バラ肉を使っているんですが、豚ロースやもも肉の薄切りを使っても大丈夫です。えのきが隠れるまでお肉で巻くよりも少しえのきがはみ出していた方が個人的には見た目がいいかなと思います。巻き終わりのところは少し手でギュッと押し付けるようにしておくと後で焼いている時にお肉が剥がれにくくなります。全部巻き終わったら薄力粉を薄くまぶします。薄力粉がなければ片栗粉でも大丈夫です。この時茶こしを使った方が全体的に薄くまんべんなくまぶしやすいかなと思います。粉をまぶすのはお肉が硬くなりにくくなるというのもあるんですが、後で加える調味料を絡みやすくする効果もあります。お肉を巻いたら冷たいフライパンに並べていきます。豚バラ肉はお肉から結構油が出てくるのでフライパンには油は引かなくて大丈夫です。全部並べ終わったら中火にかけます。お肉から徐々に油が溶けてきてお肉の油で焼く感じになります。そうしてお肉を転がしながら全体に焼き色をつけていって焼き色がついたら水を大さじ1杯加えて蓋をして蒸し焼きにします。
蒸し焼きにすることでえのきにしっかり火を通していきます。3分経ったら蓋を取って火を少し強めて汁気を飛ばします。残った余分な油はキッチンペーパーで吸い取ります。そして調味料を加えます。中濃ソース大さじ2、みりん小さじ2を加えます。中濃ソースは他の醤油などに比べると塩分が少なくて減塩にとってもおすすめの調味料になります。中濃ソースにはスパイスなども入っているおかげで塩分を抑えても味気なさを感じにくくて美味しく食べられるかなと思います。ちなみにえのきはとってもカロリーが低い食材で、しかも歯ごたえがあって満足感もあるのでダイエット中にはおすすめのメニューになっています。食べるときは半分か3つぐらいに切り分けると食べやすいです。ぜひ作ってみてください。次に作るのはタンドリーチキンです。私の動画でも何度かタンドリーチキンを紹介してると思うんですが、今回は減塩バージョンのタンドリーチキンになります。まずポリ袋に調味料を加えていきます。ヨーグルト大さじ2、ケチャップ大さじ1、塩1つまみ、砂糖小さじ1/2、カレー粉小さじ1半、おろしにんにく小さじ1/2、おろし生姜小さじ1/2です。タンドリーチキンはスパイスを効かせていることで塩分が少なくてもとっても美味しいメニューになっています。材料を入れたら袋の上からよく揉み混ぜます。そうしてよく混ぜたら手羽元を加えます。今日は手羽元を使ってるんですが、鶏もも肉とか胸肉を使っても大丈夫です。もも肉や胸肉を使うときは1枚だいたい 300g から 350g ぐらいのものを使うといいと思います。手羽元は8本使ってます。お肉を入れたらまた袋の上から揉み混ぜます。強く揉むと袋が破けちゃうこともあるので気をつけてください。そうしてこのまま冷蔵庫で30分以上置いて味をなじませます。ちなみにこの状態で冷凍保存も可能です。冷凍の場合はジッパー付きの袋に入れて冷凍で1ヶ月ぐらいが保存の目安になります。今日は30分置いた後にフライパンで焼いていきます。冷凍した場合は解凍してから使ってください。フライパンにオリーブオイルを薄くひいて熱します。まずは皮の方が下になるようにして並べます。火が強いと焦げやすいので注意してください。全部並べ終わったら蓋をして弱めの中火で4分ほど蒸し焼きにします。片面に焼き色がついたらひっくり返します。漬け込んだお肉はとっても焦げやすいので蓋をしてじっくり弱めの火力で焼いていくことで失敗しにくいです。ひっくり返したら蓋をして弱めの中火でさらに4分ほど焼いていきます。最後に少し火を強めて水分を飛ばしたら出来上がりです。スパイスの香りで塩分の少なさを全く感じない美味しさになっています。他のお肉でアレンジも簡単にできるのでぜひ試してみてもらえると嬉しいです。というわけで今日は減塩でも美味しい作り置きのレシピを3つ紹介しました。ぜひ作ってみてもらえると嬉しいです。